しげです。はい、できました。これはプサン2泊3日旅の総集編。これから30分で一気にプサンのグルメと観光名所を紹介します。今日はプサンの市場を巡って美味しいものを食べようと思います。はい。プサンステーションまで来ました。今日はめっちゃいい天気ですね。プサンの市場を巡る前にちょっと見てみたいところがあるんで、今から行ってみます。もうとにかくね、これ坂がすごいっていうの。ほら、やべえなこの道。やばいっす。やばい。はい、やっと、チョンマソンオブザーバトリー、はい、やっと来ました。じゃあこっからの眺めがこんな感じです。はい、すごいね。港を眺める老夫婦がいました。これ実はモニュメント。ここって国際市場で会いましょうっていう韓国の映画で、老夫婦が最後に港町を眺めるとこなんですよね。ではこれから映画のタイトルになった国際市場に行きます。韓国の地図アプリ見たら、この辺国際市場照明通りって書いてあって、照明が多いから照明通りって言うんでしょうね。おっと、国際市場は朝鮮戦争の避難民が始めた闇市から発展。米軍の物資など輸入品が手に入ったことから国際市場と呼ばれた。国際市場で会いましょうは、家族を守るために朝鮮戦争やベトナム戦争など韓国の激動の時代を生きた男の話。はい、じゃあこの先にですね、主人公が経営してたお店のロケ地があるらしいんで行ってみますね。ここがね、主人公が経営してたお店、今はカフェになってるっていう風にネットに書いてあったんだけど、なんか閉まってますね。こんな感じの映画のロケ地っぽい感じのものは置いてあります。これと同じものがこれなんですね、きっと。近所のお店の人に聞いたら今日は休みだったみたいですね。どっかね、僕のホテルどっかこの辺だと思うんだけど、これかな。これっぽい。いや、分かりにくいとこにあるって書いてあったんだけど、本当に分かりにくいね、これ。こんなとこにあるのかよ。はい、お部屋はこんな感じです。窓の外にプサンタワーが見えますね。で、ここね、1泊5000円ぐらいなんですけど、安いとこって3000円ぐらいのとこもあったんだけど、これなんでここにしたかっていうと、バスタブあるからなんです。はい、バスタブです。じゃあこれから飲みに行こうと思いますけど、
はい、港の近くまで出てきたんですけど、この辺にね、チャガルチシジャンという、魚専門の市場があるらしいんで行ってみますね。おー、すごい。ここなんかな、でっかい建物ありますけど、ここがそうなんですかね。あ、なんかあるぞ。これは素敵だ。じゃあちょっと中入ってみますね。うわ、すごい。うわ、これはうまそうだ。これはうまそうだね。貝がいっぱい。はい。はい。じゃあ食べます？食べます。はい。中はこんな感じです。ここで食べてくれって言われたんだけど、さっき15,000ウォンで買ったヒラメちゃんです。安くビールいただきます。なんかいろいろついてます。バイ。さっき買ったヒラメです。僕は富山から来てるんで刺身にはうるさいんです。これはめちゃめちゃうまいです。全然臭みないです。味噌の刺身初めて食べたけど別に悪くはないです。美味しかった。はい、ちょっと量が多いから焼いてくださいって言ったら縮みにしてくれました。ありがとうございます。まあしかし焼き魚美味しいです。チャガルチ市場でお一人様はちょっとハードル高いかな。はい。お刺身とかしかないのかと思ったら、こういう鍋とかもできるんだね。ほら。はい、じゃあ次はですね、夜市があるところに行こうと思います。どっかこの辺からプピョン広東市ジャンっていうところらしいですけど、雰囲気的には京都の錦市場みたいですね。ちょっとこのお店入ってみます。はい、デジクッパです。はい、デジクッパです。スープの味は意外にめっちゃ薄いです。付け合わせの味噌を混ぜたらちょうどいい感じ。豚肉は沖縄そばのチャーシューに似ていて、これも味薄いので味噌つけるといい感じですね。ご飯も味噌つけたりして食べてますが、実は最初に味噌やニラ、ご飯を全部入れて食べるもんなんだって。
ここは国際市場ですね。朝は閑散としてますね。どうかこの辺にですね、スンドゥップチゲの有名店があるらしいんだけど、これみたいですね。やってんのかな。ちょっと入ってみます。すみません。맛있게 드세요. はい、スンドゥップチゲです。スープと、キムチ。これ何かわかんないけど、ご飯までついてます。コクがあって美味しい。意外とですね、結構冷たいスープで酢の物的な味がしますね。こんなの初めて食べた。今日は地下鉄を乗り継いでプサンのビーチリゾートヘウンデに行きます。ヘウンデはプサン駅から北東へ14キロ、地下鉄ではプサン駅から1時間ほどですね。次はヘウンデ駅でございます。ヘウンデ海水浴場へのお越しのお客様は、じゃあヘウンデってとこに来てまして、これからビーチに向かうんだけど、プサンの中心街に比べたら随分とおしゃれな感じなのかな、これ。でかどっかアメリカのなんか西海岸風だよね。大都市に近いビーチというと、日本だと湘南海岸なんでしょうけど、ヘウンデって湘南と比べてどうなんですかね。ビーチからの眺めはこんな感じ。おー、すごい。あそこのタワーは100階ぐらいあるらしいですね。おー、いいね。しかしこのビルでかいね。これビル建てかな、これ。これが人気のスカイカプセルとかビーチトレインが出る駅ですね。スカイカプセルは人気が高くて予約がまず無理そう。観光列車のビーチトレインもこの日は夕方まで席が空いていなかったですね。ただしビーチトレインは終点からだと割と簡単に乗れるらしいので、今日は終点の方まで普通の電車に乗ってそこから乗ろうと思います。ガイドブックに出てる有名店目指して歩いてるんだけど、韓国って Google マップが全く役に立たず、韓国の専用アプリに入力するときはちゃんと韓国語で入れないとダメだから、すごくね、場所探すの大変なんですよね、これ。はい、駅から歩いて10分ぐらいでミルミョンという食べ物の、有名店の前まで来たんだけど、やってますね、よかった。やってます。もう来ちゃった。
はい、じゃあこれがミルミョンというもんです。あ、じゃあ餃子もいただきます。はい、餃子じゃあいただきます。さっぱりした冷麺ですね。で、おいしい。麺がコシがあって美味しいですね。餃子いただきます。これ蒸し餃子なんですかね。着いたのはソンジョンステーションというところですね。ここはヘウンデのミポ駅から出るビーチトレインの終着点。ヘウンデ側からだと予約がだいぶ埋まってたけど、終着点からだと簡単に切符が買えました。せっかくですから、ここのビーチ見ていきます。ここはサーフィンで有名なところらしい。で、まあサーフィンやってる人いるけど、今日は波ないね。じゃあこれからですね、観光列車に乗ろうと思います。あれ、あ、こんな風に乗るんや。다리돌 전망대는 무료로 입장할 수 있고 강풍이나 우천시에는 입장이 제한될 수 있습니다. The train is heading for the Daridol Skywalk. Daridol is named because the rocks in front of the駅の前にあるタビットスカイウォークっていうところです。ああ、ちょっと寒いね。はい、じゃあこれからですね、歩いて、次の駅の方まで向かいます。その次の駅に湘南の江ノ電の鎌倉高校前踏切みたいなところがあるらしいんですよ。これが駅ですけど、ここがね、あ、やばい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 。はい、これがプサンの鎌倉高校前踏切です。スラムダンク踏切と呼ぶ人もいるらしいけどね。はい。
こってねテジクッパブ通りって言われてて、テジクッパブの店が多いらしいんですよね。これはおでん屋さんですね。はい、ここですね。ここ人気店らしいんだけど、いやすげえ人いっぱいいるな。入れるかどうかっていう問題と、お一人様 OK かどうかっていう問題あるね。いやすげえ並んでる。さっきのお店は少し待てば入れたんだろうけど、3人前 390g 以上の注文が必要ということで結局断念しました。韓国で焼肉を食べるのはお一人様にはハードル高いかもしれないですね。ここのお店がですね、200g ぐらい頼めば一人で食べてもいいって言われたんで、ここ入ってみます。正確には 130g が2つで 260g からの注文でしたね。大きめのステーキだと思えば食べられるかな。サムギョプサルが焼けました。キャンペーンのお兄さんがお店の中来て、テラを買ったらなんかくれるっていう話で、テラ買いました。テラのビールグラスいただきました。はい、はい、どうもありがとうございました。今日は1本だけにしようと思ったんだけど、お兄さんたちが来たからもう1本頼みました。今日はですね、プサンの有名な観光地のカムチョンムナマウルっていうところに行こうと思うんですけど、ただいまいるのが地下鉄のトーサング駅っていうところですね。とあるおじさんに聞いたら2ダッシュ2に乗ればいいそうです。いきなりバス来たんですけど、これだな。はい、Tカード。はい。カムチョンムナマウルというところに来たんだけど、なんか意外とビルみたいのがある。ここから入っていくみたいです。あ、っていうかいきなり見えてるし。はい。平均の年がね、73歳でございます。もともとはなんか日本語のガイドさんがいるので、階段じゃなければならないんですが、でも私は。これがインフォメーションセンターで、ここでなんか地図買うといいらしいです。はい、じゃあでっかいマップもらったんですけど、ここからですね、ここに書いてある40分コースっていうのを歩いてみたいと思います。カムチョンムナマウルはこんな村で、これから紫色の道を往復するコースを歩きます。
ここは朝鮮戦争の避難民が住み着いてできた村。かつてはスラム街だったけど、2009年から始まったアートプロジェクトにより観光地として生まれ変わったんだって。かわいい街だね。顔はね、人間顔。これが大きな壁画のところでございます。はい、みんな登ってるけど、ここにね、展望台あるらしいです。ハヌルマル。はい、ここの眺めはというと、はい、こんな感じです。家を色とりどり塗っててすごいプロジェクトだよね。まあここってね、マチュピチュに似てるとかって言われてるらしいんだけど、マチュピチュには似てないよね。マチュピチュ人住んでないですから。ビール売ってますね。ビール飲みたい。村の中普通にお土産物売ってたりとかですね、アイスクリームとか売ってて、日本だと軽井沢とか高原リゾートみたいな雰囲気ですよね。これあれですよね。なんか有名な壁画らしいです。BTS のメンバーの顔なんだって。これなんでしょう。これ星の王子様。これもやっぱり BTS なの。星の王子様いっぱいあるけど、何故星の王子様なんですかね。後で調べると、迷路のような文化村を歩くことと各地を旅する星の王子様を重ねているらしいですね。ここにも星の王子様がいたけど、文化村で一番人気の撮影スポットなんだって。折り返し地点まで歩いてきました。あっちの方から来て、今ここまで来ました。道を引き返してきたら急に人が増えてますね。民族衣装の人もいますね。なんか大行列できてますね、これ。行列の先にあるのは星の王子様でした。うわあ、星の王子様は大忙しや。初めにここに来た時は高原リゾートの雰囲気だったけど、もう原宿並みですね。はい、以上慌ただしい2泊3日の旅だったんですけど、印象に残ったのは想像以上にリゾートのヘウンデと多少の混乱も許容する韓国の観光地、迷路のような繁華街国際通り、そして何より美味しい韓国料理でしたね。チャンネル
ル登録よろしくね。